のささやきの朗読や田舎にある祖父母の古民家は昼間でもどこか薄暗かった。周囲に家はなく、畑と山に囲まれた場所で、風が吹くたびに家全体がゆっくりときしむ。夏休みになると毎年のようにそこへ泊まりに行っていた。築年数はわからないが、柱や梁には黒ずんだ木目が残り、縁側の板は年季で少し沈む。洗濯物は外に干すのが当たり前の家だった。物干し竿はあるが、祖母は必ず言う。縁側には干しちゃダメよ。理由は聞いても教えてくれない。ただ、妙に強い口調だったのを覚えている。ある日、夕立が来た。急いで洗濯物を取り込んだが、数枚だけ濡れたまま残ってしまった。夜には乾くだろうと、縁側の端にそっとかけた。家の中へ戻ると、なぜか祖母が無言でこちらを見ていた。何も言わず、ただ視線だけが刺さった。その夜、布団に入ってしばらくすると、縁側の方からパタッ、パタッと音がした。風だと思った。だが、音は一定で間が揃っている。まるで誰かが洗濯物を一枚ずつ触っているような音だった。次に聞こえたのは板を踏む音。ギシッ、ギシッと縁側を奥からこちらへ歩いてくる。呼吸の音が異様に近かった。布団をかぶったまま体が動かない。その時、祖母の声が闇の中から聞こえた。だから言ったろ。声は低く、誰かに向かって言っているようだった。縁側の音はそこで止まった。朝になると縁側に干した洗濯物はすべて床に落ちていた。きちんと揃えられていた。祖母はそれを見て何も言わず、静かにいろりの灰を鳴らした。翌朝の出来事を祖母は一切説明しなかった。こちらが何かを言おうとすると、視線だけで制された。それ以来、縁側に洗濯物を置くことはなくなった。たとえ急な雨が来ても、夜になっても、祖母は決して許さなかった。だが不思議なことに、縁側そのものは普通に使っていた。昼間は日向ぼっこをし、夕方には腰を下ろして風に当たる。人が座るのは問題ない。干すのだけがいけないらしかった。数日後、近所に住む叔父が家に来た。用事を済ませ、帰り際に洗濯物を取り込むのを手伝ってくれた。その中に
見覚えのない白い布が混じっていた。タオルより薄く、着物の下着のような、そんな形。だが、誰のものでもない。祖母に見せると、一瞬だけ顔色が変わった。それは触ってはいけないよ。だが、おじはもう手に取っていた。軽い冗談のつもりで縁側の手すりにかけた。その瞬間、家の中の空気がはっきりと変わった。音が消えた。セミの声も風も何も聞こえない。縁側の奥、柱の影が不自然に濃くなっていた。影はゆっくりと人の形を作っていく。頭、肩、腕。だが足元だけが板の上に乗っていない。おじが声を出そうとしたとき、白い布がふわりと揺れた。風ではない。下から持ち上げられるように。祖母が縁側に出た。影を一別し、低く言った。それは、ここに置くもんじゃないよ。祖母は布をつかみ、家の裏へ向かった。戻ってきたとき、布はなかった。おじは青ざめ、何も言えなくなっていた。夜、また音がした。パタッ、パタッ。今度は布の音ではない。素足で板を踏む音だった。縁側を行ったり来たりしている。一定の歩幅。数えるように往復している。祖母は仏間で手を合わせ、こちらには背を向けたまま、こう言った。明日で終わる。その言葉がなぜか一番怖かった。翌朝祖母は夜明け前から起きていた。台所に立つ音がやけに大きく、包丁の刃がまな板に触れるたび、家全体が静まり返った。朝食の後、祖母はぽつりと言った。今日は縁側を洗う。理由はそれだけだった。桶に水を汲み、雑巾を持って縁側へ出る。祖母は板の一枚一枚を異様なほど丁寧に拭いていた。端から端まで逃がさないように。拭き終えると祖母は小さな袋を取り出した。中身は白い粉と細かく裂いた布。それを縁側の隙間に落とすのではなく置いていく。まるで誰かに渡すように。昼を過ぎた頃、縁側の板がきしりとなった。誰も乗っていない。それでも確かに沈んだ。祖母は何も言わず仏間へ向かった。その夜、音は一度だけ聞こえてきた。パタッと一歩分だけ。それきり何も起きなかった。
翌朝縁側を見ると、板の色が一部だけ違っていた。濡れたように黒く沈んでいる。祖母はそこを避けるように歩き、こちらを見ずに言った。もう大丈夫や。その年を最後に祖母は縁側に出なくなった。干すなとも言わなくなった。数年後、家を片付けることになり、縁側の板を剥がした。下から出てきたのは古い釘と白く変色した布の切れ端。数は干していた洗濯物の枚数と同じだった。今もあの家の縁側には物干し竿がある。だが地元では誰一人としてそこに洗濯物をかけたりはしない。そして理由を知っている人間はもうほとんど残ってはいない。最初に思い出すのは、いろりの底から聞こえたあの音だ。トン、トン、トン。乾いていて、一定で、人が叩いているようで、そうではない。あれは、下から合図を送ってくる音だった。その出来事の少し前、私は祖父の古民家に一人で入っていた。集落の一番奥、山に背を向けるように立つ家で、何年も使われていない。それでも不思議と荒れた感じはなかった。家の中心にあるいろりだけは、まるで昨日まで使っていたかのように灰が鳴らされていた。祖父は生前、いろりの話になると必ず口を閉ざした。そこは触るな。理由はそれだけだった。家を手放す話が出て、中の状態を確認する必要があった。私はいろりの灰をかき出す役を任された。上の灰は軽く、すぐに下の土が見えた。だが中央だけ異様に硬い。慎重に土を覗くと焦げ跡のない古い板が現れた。不自然なほどきっちりとはまっている。その時だった。トン、トン、トン。いろりの底から板越しに音が響いた。耳ではなく腹の奥に直接響くような感覚。家の中の空気が一気に冷えた。灰の上に指の跡が浮かび上がった。一本ではない、数本分。私は板を元に戻し、何もなかったかのように灰をかぶせた。その夜、祖父から電話が来た。いろり、触ったな。第一声はそれだった。祖父の声は電話越しでも分かった。普段とは明らかに違う、抑えた調子だった。灰は戻したな。
肯定すると短い沈黙があった。その間、受話器の向こうで何かをする音がしていた。祖父はようやく口を開いた。昔な、いろりを潰そうとした家があった。同じ集落の話だという。使わなくなったいろりを埋め、床を張り替え、何もなかったことにしようとした。掘ったのは3日目だったらしい。最初は灰の中から板が出た。その下にさらに板。何重にも塞ぐように。4枚目を外したとき、下から音がした。トン、トン、トン。掘っている数と叩く回数が合っていたという。5枚目は外せなかった。外そうとした瞬間、いろりの縁に手形が揃って現れた。祖父は言った。人の数じゃなかった。結局、その家はいろりを戻した。だが、それで終わらなかった。夜になると、家の中心から音がする。歩く音、座る音、灰を鳴らす音。いろりを埋めたはずなのに、毎晩誰かが使っている。最後に起きたのは床が沈んだ朝だった。いろりのあった場所だけ丸く深く。祖父はそこで言葉を切った。いろりはな、火の場所じゃない。下とつながる穴だ。電話はそれで終わった。その夜私は古民家に泊まった。いろりには近づかなかった。それでも音は聞こえてきた。トンと一回だけ。次に聞こえたのは灰を払う音だった。サラサラっと、誰も触っていないはずのいろりで確かに聞こえた。夜明け前、私はいろりの前に立っていた。近づくつもりはなかった。だが、目が離れなかった。灰の表面がわずかに動いている。風はない。家鳴りでもない。サラサラっと人が鳴らす時の動きで中心だけが整えられていく。灰の中に小さな溝ができた。円を描くように内側へ内側へと。気づいた時にはいろりの中央がはっきりとへこんでいた。その底から音がした。トン。今度は叩く音ではない。内側から押す音だった。板の下で何かが起き上がろうとしている。私は祖父の言葉を思い出した。いろりは下とつながる穴。灰の上に指が出てきた。一本ではない。重なり合い、数がわからない。
皮膚の色は灰と同じだった。私は声も出せず、そのままそこに立ち尽くした。次の瞬間、いろりの縁に影が落ちた。座っている。そこに誰かが座っている。姿は見えない。だが、重みだけがはっきりとわかる。サラサラっと灰が鳴らされる。私の目の前で。私は耐えきれず、外へ飛び出した。朝になっても、いろりには近づけなかった。昼前、祖父が来た。いろりを見るなり、短く息を吐いた。戻ったな。その日祖父はいろりの上に分厚い板を置いた。釘は打たない。塞ぐと叩く。置いておくと落ち着く。それが祖父のやり方だった。家は結局売れなかった。その買い手が夜を越えられなかったからだ。今もあの家にはいろりがある。板が乗っているだけで埋められてはいない。地元でも誰もその板を外そうとはしない。外すとしたからちゃんと返事が返ってくることを皆知っているからだ。